あつかれちゃん、主だよ。今日はまたバーディー君を連れてきてます。実はね、壊れました。家の階段を自転車を出す時に持ち上げるじゃない。その時にあれなんか後ろが浮いちゃうぞと思って調べたら、本来だったらここに樹脂のパーツが確か飛び出てて、金具のところにパッチンってロックになって浮かないようになってるはずなんだけど、気づいたらなくなってて、この奥でね折れてます。調べたらね、このようなパーツが売ってましたので、慌ててね注文をしてこの中に入れて装着をすると、ここでロックができるはずなんですね。これはもうボルト2本で固定するだけだから作業としてはね難しくないと思うんだけど、これは結構折れる部品らしいです。なのでせっかく主は 3D プリンターと 3D スキャナーっていうのを持ってるので、いざとなったら 3D プリンターでこれって作れないかなと思って、ちょっとスキャンもしてみようかなと思ってます。バーディー君を直してその後どうするか考えてみたいと思うよ。果たしてうまくいくのかな。始まるよ。はい、そしたらまずね、このパーツを 3D スキャナーでちょっと取り込んでみたいと思うよ。まだ 3D スキャナーはねそんなにね慣れてないんですけど、こういう回転の台を使って、あとは機材はこちらを使ってますね。クリアリティの 3D スキャナー、これで撮影をしていくんだけど、なんか黒いものだとねスキャンが難しいそうです。なのでこれを一旦塗装をして、それからやってみたいと思うよ。このくらいでいってみます。はい、そしたらスキャンをしていきたいと思います。ちょっとね画面見ながらじゃないとやりにくいかな。スタート。 3D スキャナーはまだなかなか使いこなせてなくて、よいしょ。お、いい感じかな。これで一旦止めて、それで裏もやりたいから、裏はもう一回裏も取ります。なんかな。はい、そしたら今作った2つのスキャンしたものをガッチャンコやってみたいと思うよ。プン。はい、そしたら一応こんな感じでデータ取れたので、このデータは保存しつつ、早速これをちょっと自転車に取り付けていきたいんだけど、ちょっとこの塗った塗料は剥がしていきたいと思います。さあ塗装しちゃったはいいけど、果たして綺麗に落ちるのかどうか、不安ですね。あ、大丈夫だね。あ、塗装を使ったのはプラサフを使いましたね。アセトンで拭いてます。これも相手によってはさ溶けたりしちゃうからね、ちょっと危険だよな。この部品のデータを取っとけば、次回折れた時は 3D プリンターで出力できたら最高だよね。はい、綺麗に落とすことができましたので、早速これはもう、バーディー取り付けていきたいと思うよ。はい、そしたらここのボルトを取っていくのね。結構狭いっすよね。お、これさ、下手したら中に落っことしちゃうんじゃないの？そうだね、危ないね。これは落ちるぞ。どうやって取るか。あー、落ちるな。これは落ちる。落ちた。あー、落ちた。落ちるよな。立てるか。おっ、あー、出てきた。はい、これが折れた部品ですね。
なるほど、これテープでくっつけてんだね。ここをテープで留めないと動いちゃうよってことか。なるほどね。こう向きだね。こう入れる感じね。はい、そしたらマスキングで一応これ固定したので、ここに裏から通してネジで留めるんだけど、すごいやりにくいぞこれ。見えないしね。勘だね。勘でいこう。でね、今ね、悲しいお知らせがあってね、今日妻ちゃんと横浜の方にね、ちょっとねランチを食べに行こうと思ってね、予約の電話をしたらね、満席だって。妻ちゃんかなりしょんぼりしてますね。いやー、まさか予約は取れないと思わんかった。2箇所止めて、もう手が入らない。でそしたらここにロックがつくので、これで持ち上げてもこれがベローンってならないんだけど、調整とかあるんだろうね、厳密には。まあ、ちょっと一旦一番きついとこで締めてみようか。これは消耗品なのかね。まあ主は毎日一度は折りたたみやるので、まあしょうがないね。折りたたみをしない環境だったらいいんだけど、どうしても家に置くとこがないので畳まないといけないんですよね。よし。これで階段も持ち運べますね。よかった。調整どう？きついね。チンか。でもいいね。OK。いいね。チン。よし。OK です。はい、お疲れちゃん。そしたらバーディーの今回破損したパーツ名がね、フィッシュボーンっていうらしいです。こちらの折りたたみの時に外すロックね。よいしょ、これが折れちゃったので、これを交換することができました。そしてね、一応主 3D スキャナーと 3D プリンター持ってるので、これを取り付ける前に 3D スキャナーで一応データ化をしたので、これを時間見てちょっとね 3D プリンターでねプリントしてみようかと思ってます。スペアとして持っとくといいんじゃないかと思うので、それもまた今度試してみたいと思います。よし、本日はここまでにしたいと思うよ。いくぞ、せーの、お疲れちゃん。